こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会では対話やコミュニケーションがますます重要視されている中で、雑談の持ち蔵を見直す必要があります。世界の一流は雑談で何を話しているのかは、経済学者でありコミュニケーションの専門家であるピョートル・フェリクス・グジバチ氏によって執筆され、一流のビジネスマンやリーダーがどのようにして効果的に雑談を利用しているのかを解説しています。本書を通じて、ただの社交手段や強いの事件とされがちな雑談がいかにして人間関係を深め、仕事のパフォーマンスを向上させるための重要なスキルであるかを学ぶことができます。ヒアンリスグリの地下や具体的なテクニックが紹介されており、読者は一流のコミュニケーターになるためのステップを踏むことができるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雑談の力とその重要性。雑談は単なる社交の一部として捉えがちですが、その潜在的な力はより知れません。世界の一流は雑談で何を話しているのかでは、雑談がコミュニケーションの基礎を築くどころか、信頼を構築し、コネクションを深める重要な手段であることが説明されています。雑談を通して相手の興味や関心、感情に触れることで会話の親密さを増し、ビジネスシーンでの人間関係が厳化になります。また、雑談の中でちょっとした発見や新たな発想が生まれることも少なくありません。このように見過ごされがちな雑談が、実は日常生活や指示上での重要な役割を担っているのです。次に、一流と呼ばれる人々の雑談習慣。一流のビジネスマンやリーダーがどのようにして雑談を用いているのかについて、本書では多くの知力が紹介されています。彼らは単なる自己紹介や社交辞令にとどまらず、相手の状況や背景について深く関心を寄せ、具体的な質問を投げかけることで有意義な会話を生み出しています。また、彼らは常にオープンな態度を示し、相手の話を成長し、共感を示すことでコミュニケーションの流れを自然にしています。彼らの雑談の習慣には、相手への配慮や思いやりが根底にあり、この姿勢が大きな成功につながっているのです。これを学ぶことで、私たちも日々の雑談をより有益なものにできるでしょう。さらに、雑談のテクニックとスキル。雑談を効果的に行うためには、一定のテクニックとスキルが求められます。本書では、人々との関係性を築くために用いる具体的な雑談テクニックが詳しく解説されています。例えば、最初の会話で相手に興味を持ってもらうような話題の選び方や、打をなませるユーモアの取り入れ方、あるいは合意を形成するためのアクティブリスニング技術などが紹介されています。これらのスキルは、ただシャワスを盛り上げるだけでなく、相手を尊重し理解するための基本的な手段として必要不可欠です。それによって人々との距離が縮まり、信頼関係を築く手となります。特にビジネスの場面では、雑談が商談の社時に大きく影響することもあるため、このスキルを磨くことが推奨されます。そして、文化的背景と雑談。雑談は各国の文化的背景を考慮する必要があるという観点も興味深いテーマとして取り上げられています。文化はコミュニケーションのスタイルに深く影響し、それゆえに雑談の成り立ちや方法は国や地域ごとに大きく異なります。本書では具体力を通じてヨーロッパ、アジア、アメリカなど異なる背景を持つ人々との雑談の注意点や成功力が紹介されています。例えば、アジアの国々では直接的な表現を避け、献血的なアプローチを好むことが多く、相手人に対する敬意が重視されます。そのため、適切なトーンや話題選びが成功の鍵となります。これらを理解し実践することで、国際的なビジネスシーンにおいても厳格なコミュニケーションを取ることが可能となります。最後に、共通点と近さによるコネクション構築。雑談の目的は単に会話を楽しむだけではなく、共通点を見出すことで強いコネクションを構築することにあります。本書では、
共通の話題や趣味を通じた雰囲気づくりがどのように人々の距離を縮めるかが説明されています。人は共感や共通点を感じると心理的な距離が縮まり、自然と信頼が生まれます。このため雑談では自己開示をすることも重要です。適切な自己紹介や経験の共有が相手の共感を呼び起こし、深い対話へと展開することもあります。また、イダ顔やジェスチャーといった背言語コミュニケーションも有効な雑談の一部として多くのシーンで活用されています。こうしたテクニックは単なる同僚から親しいビジネスパートナーへと関係を深める際の移住となるでしょう。結論として、この本はビジネスパーソンやリーダーだけでなく、普段の人間関係を円滑にしたいと考えているすべての人に読んでほしい一冊です。雑談と聞くと役に立たない単なるおしゃべりと思われがちですが、実際にはこれが人間関係を良好にし、信頼を築き上げる基盤となります。多くの成功者がこの力をどのように活用しているかを知ることで、仕事や日常生活でのコミュニケーションが大きく改善されるでしょう。また、異文化交流や国際的なビジネスの場面で相手の文化を理解し尊重するためのヒントも数多く紹介されており、文化的な彼を超えた交流の手助けにもなります。この本を読むことで表面的なやり取りを超えて相手の本音や背景を理解する力を育むことができ、より豊かな人間関係の構築に役立つに違いありません。したがって日々の生活の中でより深いつながりを求めるすべての人にとってこの本は大いに役立つでしょう。ご支援いただけるババセイはピョートル・フェリクス・グジバチポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。